皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、証券コード 141A トライアルホールディングスを点検していきます。九州を地盤にディスカウントストアを展開し、最近では西友を買収したことで一気に売上高1兆円を超える巨大企業へと躍進した大注目の銘柄です。しっかりと点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。会社の基本スペックをチェックするのんびり点検シートを見ていきましょう。配当利回り 3.0% 以上の基準に対し 0.37% で不合格。会社の稼ぐ力、エンジンの性能を示す ROE10.0 以上の基準に対し 9.72% で不合格。倒産しにくさの指標である自己資本比率 50.0% 以上の基準に対し 16.7% で不合格。利益のうちどれだけ配当に回しているかを示す配当成功 50.0% 以下の基準に対し 391.2% で不合格。本業で稼いだ現金を示す営業キャッシュフロー1137億円のプラスで合格。一見すると不合格の欄がたくさん点灯していて不安になるかもしれませんね。しかし安心してください。これは西友買収に伴う攻めの借金やのれん償却費という一時的な費用が帳簿上の数字を押し下げているためです。こののれんというのは西友のブランド力やすでにお店に通ってくれているお客さんなど目に見えない価値に対して払ったプレミアム代のようなものです。会社を買った際、このプレミアム代を毎年少しずつ分割で費用として計上していくルールになっているため、今は表面上の利益が目減りして見えているだけなんです。稼ぐ力を示す営業キャッシュフローはしっかりとプラスを出しているので、これからその中身を丁寧に紐解いていきます。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。この会社がどうやって稼いでいるのか、セグメントごとの構成比を点検します。最新の第3四半期の売上を見ると、トライアル流通小売事業が1兆2億円で構成比 99.7%、 リテール AI 事業が7億円で 0.1%、 その他事業が22億円で 0.2% となっています。稼ぎの柱は間違いなく小売事業ですが、ただのスーパーではありません。買い物カートにタブレットがついたスマートレジカート、スキップカートや AI カメラで商品の売れ行きをリアルタイム分析するなど、 IT の力で徹底的に現場の無駄を省くスマートストアであることが最大の強みです。さらに西友を買収したことで関東圏の都市型店舗を一気に手に入れ、これからのシナジー効果が非常に楽しみな事業構造になっています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。これまでも IT を駆使して現場の効率化を図り、見事な成長を遂げてきました。売上高は2022年6月期の5955億円から6531億円、7179億円と着実にスケールアップし、前期は8038億円に到達しています。そして今期は西友の完全子会社化が大きく寄与し、売上高が一気に1兆3425億円へと、文字通り超の壁を突き破るジャンプアップを見せています。稼ぐ力である営業利益も2022年6月期の120億円から140億円、192億円、211億円と見事な右肩上がりに成長し、今期は280億円の予想です。規模の拡大だけでなく、惣菜や自社開発ブランド PB 商品の強化による利益率の改善もしっかり効いており、現場の努力が着実に数字に表れているのが大変頼もしいポイントです。次は会社の健康状態を見る財務の深掘り点検です。まずは会社の体力である現金ですが、605億円をしっかりと確保しています。一方で会社の借金である有利子負債は3921億円と大きく膨らんでおり、会社の貯金箱の厚みを示す自己資本比率は 16.7% まで低下しています。
これだけを見ると借金が多くて少しヒヤッとするかもしれませんが、これは声優を仲間に入れるために一時的に調達した明確な攻めの借金です。本業で生み出す現金である営業キャッシュフローは1137億円と非常にパワフルなので、ここからしっかり借金を返していく体力は備わっています。続いて株主への還元姿勢を点検する配当と配当成功です。配当金は2022年の無配13円、15円、16円と着実に増配維持を続けてくれています。来期、つまり今期の予想も16円です。配当成功は帳簿上の純利益で見ると 391.2% と異常な高さに見えますが、これは先ほどお話しした M&A に伴うのれん償却費、プレミアム代の分割払いが利益を押し下げているからです。そういった帳簿上の費用を除いた本来の純粋な稼ぐ力であるのれん償却前EPS128.37 円で見れば、実質的な配当成功は約 12.5% となり、無理のない手堅い還元と言えます。会社は累進配当の方針に基づき安定的な還元を実施すると明言しているため、増配にも期待が持てます。次は直近決算と将来目標です。最新の第3四半期決算を見てみましょう。売上高が1兆36億円で前期比 67.3% のプラス、営業利益は229億円で前期比 70.4% のプラスと、声優統合の効果がフルに発揮された素晴らしい数字を叩き出しました。この好調を受けて通期の業績予想も上方修正されています。さらに3年後の中期経営計画では、売上高 1.6 兆円、営業利益640億円という非常に高い目標を掲げています。続いてチャート需給点検です。現在の株価は4270円付近を推移しています。今年の4月には4840円の年初来高値をつけていましたが、そこからは少し落ち着いて押し目を作っている状況です。中長期的な成長ストーリーへの期待が先行し、株価も高値圏で推移していると言えます。最後に結論、のんびりの判定です。総評としてトライアルホールディングスは IT× 小売の最先端を走り、声優という強大な仲間を加えたことで売上高 1.6 兆円、営業利益640億円の達成を見据える中長期的なポテンシャルが抜群の銘柄です。しかし一方で、現在は買収直後ということもあり、有利子負債は3921億円まで膨らみ、自己資本比率は 16.7% まで低下しています。さらにのれん償却費の負担もあり、財務的な重たさがどうしても意識されやすいフェーズです。そのため成長期待から高値で焦って飛びつくのはリスクが高いと言えます。私たちが安全に拾える指値としては、過去のチャート推移からも心理的な節目や下値支持線として意識されやすい3800円付近まで株価がしっかりと落ち着く、調整するのを待ってから打診買いでエントリーを狙うのが、財務リスクを抑えつつ成長の恩恵を享受するための安全な作戦だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。